こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。ご機嫌いかがですか？ナオコです。今回ネタにするバイクは、ホンダの CBR シリーズだ。シリーズ化されつつある、比較シリーズですね。でも、どうしてそのネタ？前回アップした CBR500R 考察動画を作った後、そういえば 650R を考察してないことに気づいてな。で、まだ新型は発表されてない 650R を取り上げてもあれなので、CBR シリーズを一通りチェックしてみようと思ったわけだ。確か CBR は、海外版を含めると 125cc から 1000cc までのフルラインナップなシリーズでしたよね。そうだ。いい機会なので、各排気量の比較とスペック整理をしてみたぜ。というわけで今回は国内仕様でチェック CBR シリーズスペック比較をお届けするぜ。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。さて、今回の流れはこんな感じだ。1、CBR シリーズって。2、使用比較。3、まとめ。です。使用比較って何を比較するの？ざっとこんな感じかな。1、デザイン。2、車両サイズと重さ。3、シート高。4、エンジン性能。5、燃費と航続距離。6、主要装備。7、価格。です。それでは、今回の比較車種はこちら。CBR250WR、CBR500R、400R、CBR600WR、CBR650R、CBR セントリプル R。以下、排気量で故障します。125cc と 150cc がありませんが、国内仕様として発表されてないから、除きましたぜ。車種が増えて手間だから、でしょ？正解です。多すぎても差しが長くなるしな。じゃ、輪締め、か。1、CBR シリーズって。まずは簡単に、CBR の生まれと歴史を簡単に語っておくぜ。よろしくお願いします。CBR の元祖って、どんなバイクか知ってる？革命のやつでしょ？白煙吐いて駆け抜けるやつ。それは、NSR だな。一緒でしょ？全然違うぞ。NSR は2ストで、CBR は4ストだ。本気のクールポコと素人ぐらい違う。なんで例えが餅つき？で、CBR の元祖だが、1983年にデビューした CBR400F だ。革命のやつでしょ？あ、正解だった。1980年代は空前のバイクブームで、スポーツバイクも大人気だ。各メーカー、今でも続くシリーズが生まれたのもこの頃だな。鈴木 GSX や川崎 ZXR、ヤマハ FZR ですね。ちなみに記念すべき CBR400F を今手に入れようとすると、お値段はいくらだと思う？ 30 年以上前のバイクだし、80万円ぐらい？ 250万円からだ。プレミア。あれ、初代 CBR はフルカウルじゃなかったんですね。うん。フルカウルモデルは、1986年の CBR400R からだ。翌年1987年には、ついにあの名前が登場する。独特の形状と超高回転型のレーサーレプリカ、CBR400RR だ。RR 来た。ちなみに、この 400RR も程度が良いもので100万円ぐらいするぜ。30年前のバイクが100万円、これもプレミア。そして1992年には究極の CBR と呼ばれるモデル、CBR900RR が輸出モデルとして誕生する。何が究極タイガーなの？この時代は、軽量ハイパワーなツーストレプリカ勢は峠や街中で爆速だったんだよ。リッターバイクは馬力はあるけど重いし鈍いし、中面兄ちゃんの NSR にはなかなか勝てなかったんだよな。ふむふむ。そんなリッターバイク乗りを見かねてか、ツースト嫌いの総一郎氏の遺憾か、中面クラスの車格で124馬力、速さ以外に興味はないというアスリートバイク、CBR900RR をホンダが発売したんだ。加速性能は NSR 以上、ブレーキも超安定してるから、まさに飛び道具的なバイクだったんだ。そしてツースト NSR の時代は終わり。終わりですか？これからスーパースポーツは CBR だぜ。って時代がやってきたんだ。主の思い込みと脚色が含まれます。2002年には CBR900WR の排気量拡大モデル、CBR954WR も登場し、スーパースポーツ CBR という図式がすっかり定着したってわけだ。600cc の WR はいつ登場するの？ 600WR は翌年の2003年に初登場だ。WR としては一番最後の登場だな。650R は？こいつは一番若い CBR で、登場は2019年だな。今は亡き 1000WR の面影を残しつつ、フレンドリーさとツーリング性能に振った CBR だ。これで CBR シリーズ、全部揃いましたね。各車種について詳しく知りたい場合は、ホンダの二輪製品アーカイブを見るといいぜ。でもこれって、ホンダ好き以外は面白くないんだよな。確かに。車種やメーカーで切り取らず、バイク界の歴史の流れに合わせた資料があると、楽しく理解できるんですけどね。視聴者の方でおすすめのサイトや書籍があれば、教えてくれよな。と、お願いしたところで。やっと CBR の考察ですね。さあ、本編部分の始まりだぜ。2、CBR シリーズ仕様比較。デザイン。さあ、バイクはすべてがエクステリア、かっこよさが命の外観を見ていくか。はい、お願いします。
250WR。250R のライトが上下に分かれたって感じだな。CBR 初のまつげ搭載バイクだぜ。2015年の東京モーターショーで17年ぶりに復活した 250WR を見た時は、そのかっこよさに大盛り上がりだったぜ。500R。スタンダードなデザインは CBR デザインの王道だ。ヘッドライトがフロントカウルまで回り込む造形はシリーズでは珍しい形状だ。カナード付きのサイドカウル、リアカウルのエアスクープなど、見せるところはちゃんと抑えてるぜ。SS タイプの他に、アドベンチャー、ネイキッドタイプのモデルが販売されてるぜ。600WR。小ぶりなフロントウィングは、速さを求めた結果、ラムや機構、キレ超ライトとセンターアップマフラーは、レースで勝つための仕様。サーキットでの運動性能を追求した機能的デザインだぜ。650R。吊り上がったライト、綺麗に並んだ駅間には、デザイン重視派の CBR だ。コンパクトでアグレッシブな外観は、CBR シリーズの血統をより一層感じさせるぜ。この吊り目のフロントマスクの形は、1000WR を思い出しますね。セントリプル R。CBR900RR の再来、元 GP の空力技術を取り込んだ地上の戦闘機だ。シリーズ中では飛び抜けて個性的なエアロデザインだ。レーシングポジションの空気抵抗を最小化することで、ライディング時の速さを極限まで追求してる。これまでの 1000RR とは似ても似つかないデザインは、CBR の印象を一変させたぜ。車両サイズ&重さ。ここからは、性能表とグラフで見ていくぜ。お、この資料では 650R が一番全長が長いですね。そうだな。全長を長くし直進安定性アップ。CBR シリーズ中ではツーリング向きってことだな。全高も高くなってますね。650R は他社と比べ、フロントカウルやスクリーンの角度が立ち気味だ。防風性能を重視してるからだろうな。いかつい顔の割には、優しいやつって感じですね。それに比べて 600WR は一番短く、軸距も 1375mm と最短だ。重量は排気標準になるかと思ったけど、そんなことなかったですね。250WR の軽さは見た目通りだけど、それ以外はあまり差はない。このあたりは乗り比べないと比較は難しいですね。スペック中の脳内妄想レビュー動画では、これが限界です。自分のスタイルに合ったバイクを選んでくれ。シート高。400R と 650R はシート高が低くて、両かかとがバッチリ設置しますね。資料によると、400R はリアサスが柔らかめ、650R はシートやサイド部が絞り込まれており、この2台の足つき性はバッチリだぜ。RR は 250WR のサスはしっかり系だが、シート高が 790mm で低い設定だ。なのでそんなに心配しなくていい。600WR や 1000RR は、シート下の張り出しが大きかったり、またがる際に足を開いたりするけど、両かかとは少し浮く程度だ。試乗ライダーの体格は 170cm、また下 78cm です。なので、どの排気量を買っても、シート高が致命傷になることは少ないぜ。意外と足つきは優しいホンダの SS。青付き調べ。足つきについては、ヤマハが厳しすぎるんだよな。YZF-R1 なんて、855mm だからな。アドベンチャー並みですね。エンジン性能。グラフを見れば一目瞭然、ダントツで 1000RR だ。218馬力ですか。99cc の排気量でこの排気量は凄まじいな。究極って言ってた CBR900RR の馬力の約2倍ですね。パワーウェイトレシオも1を切ってますよ。ちなみに、日産の GTR ニスモは600馬力で 1940kg、パワーウェイトレシオは 3.23 だ。個人が買える乗り物の中では、バイクが一番狂って、いや最強ですね。ちなみに他社の SS の馬力は、ヤマハ R1 は200馬力、スズキ GSX-R1000R は197馬力、川崎の ZX-10R は203馬力でラムやカーツ時では 213.1 馬力だぜ。ホンダが一番。スーパーチャージャー搭載の川崎 H には231馬力、さらにラムやカーツ時は242馬力だ。そんな馬力、どこで使うのさ。おっさんには30馬力あれば上等なんだけどな。それだと 250WR か 400R で十分ですね。値段も手頃で車重も軽くて取り扱いも楽そうだし。あと面白いのは、250WR と 400R と 600R と排気量が上がれば、その分馬力も比例してアップしていくけど、600WR と 1000RR は排気量に対する馬力の増え方がおかしい。それだけ WR はすごいってことですかね。燃費と航続距離。そのパワーと引き換えになるのはガソリン代。お金ですね。一番燃費が良いのは、CBR シリーズ最新の 500R だ。約500キロ走るぜ。それに、600WR 以外は全てユーロ5対応済みだ。厳しい排ガス規制の状況で、この燃費を出すとはなんて優秀なんでしょうか。やっぱり2気筒エンジンは燃費がいい。250は WR なのに約380キロも走るんですね。燃費とパワーのバランスが良さそうです。それに、現行仕様の 400R は CBR シリーズ唯一のレギュラーガソリンだ。まだ新型 500R の仕様は未定だけど、400R はぜひレギュラー仕様であってほしいぜ。それならさらに高ポイントですね。でも、SS はやっぱりマルチでしょって言うんだろ？そうですね。青月電子台の視聴者さんたちも、きっとそう思っているはず。やっぱり SS にはあの音ですよ。
250マルチといえば川崎の ZX25R だ。エンジン性能は46馬力。燃費は 18.9 リットルで航続距離は 283.5 キロ。パワーウェイトレシオは 3.97 だ。4発になると一気に燃費も航続距離も減りますよね。重たくなるからな。どちらを重視するかは、お好み次第ですね。主要装備。これは、やっぱり価格に比例する感じだな。値段の割に、500R の装備内容が貧弱なのはなぜでしょうか？貧弱っていうか、素のモデルってことじゃないのか？主のバイクは ABS すらついてないが、何の不便も感じない。強がってますね。個人的な意見だが、50馬力あたりぐらいが人が扱える馬力の範疇なんじゃないかと思うぜ。それ以上のパワーを効率的に利用するなら、電子制御に頼らないと怖くて走れないからな。制御がついて安全に乗れることも、立派な性能です。で、走りに関する電子装備の有効は、IMU を搭載した車体制御と先進安全機能。キーレスやスマホ接続などのユーティリティ機能だな。それじゃ、CBR の最高峰1000トリプル R の装備は？車体制御系は全部乗せだ。安全機能はまだ装備されてない。ユーティリティ機能はキーレスのみだな。ハイスペックの証、電サス装備の CBR ってあるんですか？あるぜ。1000トリプル RSP だ。こいつは第2世代オーリンス、スマート EC を搭載している。お値段はトリプル R の価格に、36.6 万円プラスだ。一体、どんな乗り味なんでしょうか？じゃ、お次は一番気になる価格チェックだ。価格。ダントツはもちろん1000トリプル R だ。240万円ですか？もう驚きませんよ。他社のリッター SS は200万円オーバーですし、600WR も約160万円ですからね。250WR、500R、650R は100万前後だぜ。結局、このあたりの排気量と価格帯のバイクが、実用的で現実的だよな。性能的に見れば、1000トリプル R なんかフェラーリ級ですよね。4輪では買えませんが、化け物仕様の2輪車なら買えるかもしれない、って夢は持てますね。そうだな。俺も1000トリプル R を購入したら、めでて舐めて、盆栽化して綺麗に保存しておくんだ。それは、嫁さんには話した？するわけないだろ。自ら墓穴掘ってどうするよ。バイク購入は、円満な夫婦関係を築いてからにしてくださいね。さ、まとめに入ろうか。3、まとめ。レーサーレプリカ時代を過ごした人なら、CBR はたまらないバイクですよね。2020年に HRC が18年ぶりに SBK に参戦して、国際レースでも1000トリプル R が活躍してるし、そのレース経験は CBR にフィードバックされるはずだ。まだまだ進化は続いてくだろう。ホンダ好きとしてはいつかは CBR って気持ちは消えませんからね。でも最近、ヤーマハやスーズキにうつつを抜かしてるそうじゃないか。あれは一時の病ですよ。心は捧げたのはホンダです。どうだか。今回の動画では、価格などの情報や性能数値を図式化して考察して終わりですが、実際には、そうなった経緯や背景、トリビアネタなど、面白いお話がもっとたくさんあると思います。そんな歴史も拾いながら、CBR を楽しんでいってくださいね。と言いつつも、最新 CBR に乗ったことがないだろ？ないです。1万、6000。何このお金？レンタルバイクのホンダ号で、1000トリプル RSP278.33 万円の2時間レンタル価格だ。本体価格の 0.66%、1.66 万円払えば2時間楽しむことができるぞ。乗るならもう少し暖かくなってからですね。あ、値段とテクのなさにビビって逃げたな。さ、今回はこれで以上だ。CBR シリーズは魅力満載のバイクですね。これで試乗が気軽にできれば、申し分ないのですが。そうだな。バイクを取り巻く情勢の回復を願うぜ。では、今回はこの辺で。それでは、See you!